皆さんこんにちは、小豚咲です。今日はですね、私の肌荒れヤバめの治安悪めな肌のメイクアップをしていきたいと思います。もう本当に最近肌荒れやばくて、もうね、で今が4時51分なのでもう5時ですね。で今から友達とちょっとしっぽ飲み、前言ってた私がちょっとハマってることしっぽ飲みですみたいな、イエイイエイみたいに言ってたんですけど、それを今からするのでちょっとメイクをしていきたいと思います。私はこのね、水分が肌に吸収されるこういうなんか、私本当にインナードライ肌の姿勢肌の敏感肌のやばいので、メイク前にね潤いを与えときます。旅行で生活習慣がめっちゃ荒れてたんで、その週の生理がマジできつくて、こうニキビとかも肌に出やすかったりとか、お腹も痛くなりやすかったりとかするんですね。で今回それで生理終わったんですけど、ニキビ跡がやばい。まず私がいつも使ってる下地、エボリアンのこの化粧下地を使ってて、私はもう見てもらったら分かる通り、この赤みがやばい。これだけでもファンデーションみたいな感じで綺麗にしてくれるので、赤いニキビ跡とか結構多いから、あとくすみとかも飛ばしまくります。もう夜なんでちょっと今日は日焼け止めはなしにしてもファンデーション塗っていきたいと思います。クリオのキルカバーハイグローファンデーション3番のリネンっていう色を使ってます。混合肌、インナードライだけど姿勢肌みたいな肌に合いますね、クリオで。このブラシはウェイクメイクのファンデーションブラシ買った時についてきたブラシで、これめちゃくちゃいい、超使いやすくて、いつも手の甲にファンデーション取って伸ばしていきます。適当にこんな感じで、鼻の下ね、私やばいのね。リップの下とかも結構詰めて、はい。でファンデーション伸ばすパフはこれウェイクメイクのパフなんですけど、クッションファンデのやつを使ってます。クッションファンデやるときに真ん中の中指を出して叩くと均一に力がかかるらしい。今回私この夏めちゃくちゃ焼けてしまって、この辺が一番やばい。まあ焼きに行ったんですけどね、自分からね。ファンデーションはいつもより暗い色を使っております。鼻のこの小鼻のとこも結構なんかこんな感じで、はい、こんな感じでファンデーションが塗れました。ちょうどいいツヤ感とカバー力がめちゃくちゃ好きで、クリオ濃いニキビ跡のとことかはカバーできてないんですけど、これを一旦置いといてシェーディングに移ります。フェンティビューティーのスウェーディッシュ10番ので、もうこれは結構大胆におでこ、こめかみ、あとここのもみあげで、あとここの N みたいなあとここに1本、反対も全部。中央は明るくて輪郭は暗い感じにしたい。フィリミリーの827番の筆を使って外に伸ばしていきます。境目をね、ナチュラルにしていきます。お疲れ様です。眉毛は私もともとアートメイクをしてて、その上から脱色をねさっきしたんですけど、やっぱちょっとこれが私の最近の悩みで、アートメイクをすると脱色眉毛ができないっていうないものねだりです。本当に眉毛最近結構はっきりさしたくない、ふんわりした眉毛にしたいんですけど、これひどいですね。ロム&のシェーディング割れました。こんな大きいの買ったらダメです。私はもうこれからベラーダンコントア02グレイクールっていうこちらの色の、どこの筆かわかんないんですけど、結構細めのこういう筆に取って下目に描いて、眉山からこんな感じ。ちょっと描きすぎた。こっちが描いてない方で、こっちが描いてる方です。結構簡単に最近は眉毛を描いてますね、こっちも。てか最近さ、このこめかみじゃないわ、眉間のシワやばいんだけど、ボトックスとかヒアルロン酸とかさ、韓国行った時にいろいろしたんだけど、もうなんか全部多分なくなってるんだよね。はい、眉毛をパウダーで描きました。こんな感じです。粉々パウダーでですね、シェーディングを買った時についてきたブラシで、団子鼻なんで私はすごくこんな感じで
眉毛とちょっとつなげて、こんな感じ。私クマ本当にやばくて、クマにいつも使うのはこちらウォン・ジョンヨ様のカバーマスター01番。これは名もなき筆なのですが、ちょっとね、ここ色がこの辺ちょっと私暗いので、こんな感じでコンシーラーを広げたら、ファンデーションのパフで広げちゃいますもうごっちゃです。で、なんか今日はちょっとセクシーな感じにしたいんだけど、カラコンがね今本当になくって、カナダマジでカラコン買えないんですよ。スーパーとかじゃない、なんかドラッグストアとかに行ってももちろんないし、ってことで私が昔ずっと使ってた、オーマイガー、はい、こちら超久しぶりなんですけど、エバーカラーワンデーのナチュラルブラック黒コンです。私がずっともう TikTok やってた時からもうずっとこのカラコンつけてて、可愛い感じが好きだったから、こういうちょっとこの大きめのカラコンつけてて、今は結構ね狭めの 14.2 とか1とかそういうカラコンつけてるんで、つけていきます。 OK、 手洗いました。レンズをつけるのでさえもう久しぶりで、最近なんかもうレンズなかった、これしかなかったんで、もう最近のメイクに合わなさすぎてつけてなかったんですけど、違うよね、目の迫力がさわお、もうレンズつけるのマジでずっと慣れないいけた。目が痛い。なんか宇宙人みたい。白目がほとんどなくなった気がする。大丈夫そう？これなんか可愛いメイク系にならないか心配なんですけど、今日はちょっとセクシーになりたい。今日はセクシーな気分なので、こちらのリンメルのワンダーエヴァアイシャドウ、ちょっと濃いめのダークグリーン系のカラーと、トム・フォードのローズトペイズ35番、ちょっとセクシーな大人っぽいカラー。ここのちょっとキラキラな感じのとこと、ちょっとだけ広めになんか濃いカラーを取って、二重幅よりもちょっと広めに、ちょっとダークな感じのシャープな目尻側も結構幅広めに、ちょっと跳ね上げみたいな感じでここで定めとく。細い筆に取って、OK、 ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーのスーパーキープブラックです。こちらを使ってるんですけど、もうほぼなくってやばい、替え足さないと。ちょっとアップします。5ミリぐらい浮かしたとこから目の中心に引いて、そこからねこう埋めていくんですけど、まつげの生え際、一番最後のまつげから上に、こんな感じで上のラインっていうのかな、ここを何でもいいと思うんだけど、ブラウン目のアイブロウペンシルとかアイシャドウとかでもいいと思うんだけど、これでこのちょっと濃いめのブラウンで上をなじませた方が顔になじんでる感じのアイライナーになってめちゃくちゃおすすめ。トム・フォードのここのゴールドのキラキラと、ここのちょっと大人っぽいキラキラ、どっちもなんか大人っぽい感じのカラーなんですけど、この辺のラメをちょっとのしていけたらなと思って。お疲れ様です。結構ねトム・フォードは色付きがすごい強いので、なんかちょっと背伸びしてこういうの似合う女性になりたいなと思って買ったんですけど、このラメ超かわいい。かわいい。はい、で次にちょっと涙袋なんですけど、愛してやまないクリオのプロアイパレット13番ピクニックバイザサンセット。こちらのもう底見え見えコスメ、濃いピンクちょっとだけ取って、涙袋の影、ここのチアン結構悪めのこの辺のアイシャドウ上から。 OK、 私は結構涙袋を目立たせたい時はなんかこういうクリオのさっきのファンデーションのこういうキャップについた衛生的に汚い、これ私だけですかやってるの。
誰かやってる人いないですか？韓国のダイソーで買ったタグっていう筆、涙袋にちょっとだけファンデーション、上のまぶたとかさ、メイクしてる時にアイシャドウとかついちゃうので、次にこちら、私の超大好きな Into You のチーク。痛い、最近左の膝がめっちゃ痛い。なんで？そう、パウダーをやる前に一旦リキッドチークを仕込ませておきます。まつげとかもやるんだけど、一旦チーク、ちょっと顔色がずっと悪いので、これは Into You のサンリオとのコラボで、このシナモンちゃんが超可愛いんだけど、 FB01 っていう色、ブルベさんが似合うようなピンク。私本当に実際何ベかちょっとよくわかんないんですけど、いろんなものを使ってますね。この色超可愛い。私結構ツヤ肌苦手なんですけど、本当に肌がツルンツルンに綺麗じゃないからこそ苦手なんですけど、トレンド風な肌の仕上がりになるから、リキッドチークなんかおすすめあったら教えてください。家の近くにセフォラがあるのにもかかわらず、セフォラなんか近くにあったらあったで全然行かなくて、なんかそろそろコスメ買いたいなみたいな。鼻のこの周り、私のこの台形型のお団子花、こうこの尖ってるっていう風に仮定して先だけ残しといて、チークとかもおでこもやります。シェーディングした上からでも結構チークをのせて、あと顎とかもで、まだニキビ跡隠してないんですけど、お待ちください。お見苦しいかも。 OK。今マジひどいんよ、ニキビ跡。いいコンシーラーも探してるんですけど、一旦私はセザンヌのパレットコンシーラー、ずっとこれ使ってます。本当にこれも底見え。なんかこの辺はシェーディングしてるから、明るい色とちょっとこの辺の暗い色、黄身っぽい色を混ぜて長くは持たない。軽く伸ばすだけ。ここマジでめっちゃ重要なんだよね。口角のくすみ。 OK。マジで本当に叩いた？それちゃんとぼかせてるってぐらいちょっとしか叩きません。もうここのニキビ跡とかもしょうがない、ちょっと見えても大丈夫です。で T フィット様の私はパウダーを使っております。ファンの子が教えてくれて、パウダー何がいいですかみたいなの聞いたら T フィットブランドがいいって言ってたので、あとなんかタイコスメも脂質肌にはいいって言ってましたね。皆さんが一番手買ってほしくないこの分かるほうれい線のここと、ポイント的にね、パウダーをするとツヤ肌っぽくなるので、あとニキビ跡を隠したところ、この眉間ですね。シワなんか考える時とかさ、こう仕事する時とかこうやっちゃう癖があるのね。もう本当にボトックスとかヒアルロン酸とかどこ行った？私の顔。韓国でさ、あんなになんか痛い思いして頑張ったのにもうなんもないんやけど、肌治療もしてないからやばいし、唇とかも多分もうヒアルロン酸ないんだよね。早く韓国に行って美容旅をしたいですね。でパウダーできたら次にマジでラスイチ、私の大好きなミッシュブルーミンの08番か05番かわかんないんですけど、こういう私の超大好きなミッシュブルーミンのまつげ、内まつも上げとこうつけていきます。これマジでもう最後の私の命、もうこっからどうしようって感じなんですけど、 D アップのつけまつげののりを取れやすい端っこね、もうこっちにのりをつけておきますと全然取れなくてすごくいいのでおすすめです。ピンセットで挟んで、最近は引っ越ししてきてもう2週間ぐらい経ったんですけど、だいぶ慣れてきました。今もうずっと一人で、彼氏のなんか出張っていうかなんかいろんなとこに行く人なんですね、仕事で。だから私結構なんか言うたら遠距離みたいな、一緒に住んでるけど遠距離みたいなことが多くて、でもなんかそんぐらいの距離感が一番なんか私には向いてる気がする。ずっと一緒っていうよりもね、たまに会うぐらいがなんかこう会った時にさ、いい感じになりやったやったって。前にねミラーがあるんだけど、私はこの目尻をちょっとねアイライナー状にキュッと、目尻はねまつげの生え際からちょっと離して3ミリぐらいつけるとちょっと目が、目頭のさこのつけまつげつけるのが一番難しいんだよ。こっちつけた方とこっちつけてない方全然違う。てかもう今回カラコンでかすぎて、でもまあ TikTok 映えする顔かもね。なんか写真映えしそう。
目尻にかけて派手になっていくデザインで、めっちゃ私のなんか顔に合うというか、猫っぽい目になるというか、めっちゃおすすめで、次にですね、もうちょっとチークを濃くしたいということで、もう最近は本当にチークが大好きで、私がねこの好きなデイジークのソフトブラチーク07番、このチーク超かわいい。もうこれも底見え、黒目の下の方から骨に沿ってこの上にやっていく感じ。もうチーク大好き。ここにめちゃくちゃチークをいつも濃いめに、ここにも可愛くない？で、次にハイライトですね。まず最初にディオールのフォーエバーグロールミネーターの03番ピンクハロー、ちょっとピンクみがかったシルバーっぽいハイライト。これ先も超可愛くて、これもフィリミリの811番、この筆を使って、これなんかねハイライトブラシっぽくない、多分違うんですけど、こういう筆で鼻筋、鼻先、で目頭、頬骨の上から下げて、今日は結構ツルツルのテカンテカンにしたいので、カラーグラムのこのシリーズのハイライトめっちゃ好きで、偏光ラメみたいなのが入ってて、青系のハイライトにします。これを手に取ってで、あと小指に取って目頭のラメのポイントは結構鼻寄りじゃなくて目寄りにちょんちょんってする。 OK。 リボンラップラッシュっていうイタリアでマスカラ持ってくるのを忘れてしまって、急遽セフォラで買ったやつなんですけど、もうメイベリンのスカイハイ使ってたのになくなってしまって、下まつげにこれね、正直めちゃくちゃおすすめかって言われたら微妙なんですけど、結構私は毛が細いのでこういう大きいコームが難しいけど、下まつげこう下にじゃなくて、最後はこうこっちに毛並みを添えます。わかるかな？こっちにこんな感じ。 OK。 最後リップです。これめちゃくちゃおすすめ、メイベリンのリフターライナー07番を使ってます。この色めちゃくちゃ可愛いんですけど、なんか濃いピンクっぽい感じかな。陣中が長いことで結構ワーワーいつも騒いでるんですけど、こんな感じで結構オーバーめに塗っていきます。ここめっちゃ重要。こっちやってない方とやった方がシュッてなる。リップライナーの削り方が最悪なのでちょっと待ってください。はい、こんな感じでちょっとコンシーラーで形を整えました。リップライナー、やっぱリップライナーすると広がる唇が、私のこのヒアルロン酸が全部抜けた唇が注入したっぽくなりますよね。はい、素晴らしい。ラストリップを塗りたいと思うんですけど、今日はどうしようかな。この感じ、カラーグラムのリップクレヨン02番見て、クレヨンしんちゃんとコラボのやつで超可愛いんだけど、ローズっぽいピンク、結構私の唇の色よりも赤みが少なくて白っぽいので、塗ってみるとこんな感じで、なんか大体ちょっとさっきの自分の唇の色とは一緒なんですけど、マットっぽくなりました。かわいい。はい、リップこれで完成にしたいと思います。ってことで完成ですかね。ちょっと気になるところが陣中の影を描いてもいいですか？すいません。最後ね、このボロボロアイシャドウじゃなくてシェーディングでどうしてもこの上唇を広く見せたいということで OK！ 完成仕上がりましたので、髪の毛と服セットしていきます。こんな感じでかわいい。今回はちょっと肌荒れがやばかったんですけど、それも全然わかんないし、やっぱこのカラコン、黒コン漏れるわ。めちゃくちゃ漏れる。このカラコンつけてる時代はマジでこのカラコンを外し
した顔がギャップありすぎてつけてる時となんか結構コンプレックスみたいな感じだったんだけど、最近はちっちゃいカラコンつけてるからなんか裸眼もそんななんか別に大丈夫って感じだったんですけど、このカラコンつけ始めたらもう終わりです。撮った時にね衝撃が走るっていうことで、でもまあ大丈夫そう。可愛くない？はい、ということで今回も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。友達と飲んできます。